おはようございます。メグリカミ太一です。今日はキャネットの下処理の仕方を紹介します。このキャネットですけども、ブレス鶏で有名な地方で生産されているドンブ産のキャネットになります。重さはだいたい2キロぐらいのものを使っています。今回紹介する下処理ですけども、一般的に中を抜いて周りをきれいにフランベ、毛などを取り除く作業、あと丸のままフィッセル、ブリでする方法、それとバトーという形を紹介したいと思います。それでは下処理の方を一緒にしていきましょう。まずラベルを剥がしていきます。このラベルにはきっちり産地など書かれてますので、買う時には確認してください。その後いらない部分を落としていきます。今回包丁を使って落としてますけども、関節に入れれば包丁が欠けることなくきれいに落とすことができます。もし包丁、が気になるのであればハサミを使って落としてもらっても構いません。首づるの部分は首づるを下から持って背中の方から開けてください。これ間違いやすいので背中の方の皮を切って首づるを外していきます。なるべく首の上の方、頭のすぐ横で落とします。続いて足の先を落とします。これも関節に入れればスッと切れますので、ちょうど入る部分を見つけて包丁で切り落としてください。もちろんハサミを使ってもらっても構いません。続いてビデという作業をしていきます。内臓を抜く作業です。まず首の上の部分、皮と首づるをきれいに剥がしていきます。その時に今見えている気管の部分など食道の部分をまず剥がしていきます。この作業ですけども、きっちりしていると内臓を抜いた時に肺も心臓も気管もきっちり取れます。なので多少時間かかるかもしれませんけども、ここできっちりと気管をまず皮から外し、その後指を中に入れて肺を肋骨から剥がしていきます。このように肋骨に沿わしながら指で肺を外していきます。きっちりと肺が肋骨から外れたところで、次は内臓を出すためにお尻の方に穴を開けます。この時上のフィレの部分に皮を残しながら内臓が抜けるぐらいのサイズの穴を開けます。それではまず周りにある油をまず剥がしていきます。その後手を入れて内臓を抜いていくんですけども、最初にある内臓、砂肝の部分を掴んで引き抜いていきます。この時それより上の肝、肝臓の部分を掴んでしまうと、一緒についている苦玉、胆のうが潰れることがあります。その汁が出てしまうと苦みが移ってしまいますので、極力肝臓は触らないようにして、できるだけ砂肝だけを引っ張って丁寧に抜いていきます。このように肺がきっちり外れていたので、全体的にきれいに抜けました。もちろん中にはほとんど内臓の破片が残っていることはありません。せっかく新鮮な内臓ですので、内臓の処理をしていきます。まず肝、フォアと言われる部分を取り除いていきます。この時まず小さい方の肝の部分、これはそのまま取り除きます。でもう片一方、大きい方の方ですね、この中側に見える緑色の部分、これが胆のうと言われる部分、胆汁、緑色の汁が入ってますので、これを破らないように切り外していきます。この時肝の方に緑色の色がついていたら、その部分も一緒に取り除きます。このように今ちょっと緑色の部分ついてますので、これも取り除いておきます。
非常に新鮮な内臓です。続いて心臓の部分も取り除きます。このように膜が周りに覆ってますので、膜を切ってギリギリ上の部分で切り落とします。その後心臓を開いて中に血があれば血を取り除いて、上の余分な部分、ちょっと脂筋がある部分を取り除いて、これで下処理の完成になります。で、羽を取り除いていきます。表面にこのように残っていますので、骨抜きを使って丁寧に取っていきます。これ最初からガスバーナーで炙ってしまうと、表面に出ている部分だけ焼けてしまって、皮の中に羽が残ってしまいます。ですので最初にきっちりと骨抜きを使って取り除いてから、最後ガスバーナーを使って細かい毛を焼いていきます。基本的に毛がよく残っているのは、ももの内側の部分、あと脇の部分になります。よく丁寧に注意しながら取り除いてください。もちろんこれ取った後水につけると毛が取れて使いやすいです。その後濡れた骨抜きを紙で水分を取ってから、また羽を取り続けていきます。最後はガスバーナーで炙っていきます。この脇の下の部分とか重点的にしないと結構産毛が残っています。全体的にきっちりとガスバーナーで炙って、表面に残っている細かい産毛などを燃やしてください。続いて首づるを落として V 骨、フルシェットと言われる部分を取り除いていきます。このように鎖骨の部分ですね、この骨を包丁を使って削って薄皮を取り除いていきます。この V 骨フルシェットの取り方ですけども、今まで鶏の下処理の仕方で紹介しています。ただ鶏とか鳩と違って鴨の V 骨はしっかりしていますので折れにくいです。また他の動画を参考にしてみてください。これで下処理が終わりました。V 骨がきれいに取れて内臓が取れて羽がきれいに焼かれた状態です。あと尻尾の部分、これは取り除いておきます。それでは下処理が終わったので、ここでブリデという作業をしていきます。タコ糸を二重にして金串に刺して縫い付けていきます。鳥よりも簡単です。まず形を整えて、首の皮を背中の方に持っていって、まず形を整えます。首の皮をしっかり引っ張って背中につけます。その後手羽先の部分の根元の方ですねからタコ糸を通していきます。手羽の部分2本骨がありますので、その2本の間の筋肉に
針を通します。その後手羽先の部分から首の皮と背中、胴体を縫い付けます。そして反対側の手羽先の方に刺していきます。この後外側から手羽の根元の方に刺して表に返して、あとももを固定していきます。このようにももの先の部分とお腹の部分の皮を一緒に縫い付けます。本当にこのまま一周糸を縫い付けるだけなので、鳥のブリードよりも簡単だと思います。その後1回2回糸をくぐらさせて固結びします。この時片方を反対側に寄せると糸が締まって動くことがないので、その後ゆっくりときっちり固結びをしてブリデの完成になります。続いて馬頭ドケナ、馬頭という形にしていきます。馬頭もしくはコフという言い方をします。胸の部分だけ骨付きで、処理する仕方になります。まずももの部分きれいに下ろしていきます。この時ですけども、なるべく多めに皮を胸の方に残してください。その後吸糸を下ろしていきます。反対側も皮を多めに胸に残して吸糸を外していきます。続いてピロンと言われる部分、腕の部分を外していきます。背中の方から皮と肉を削いでいきます。この時下の方にはフィレがありますので気をつけてください。この関節が見えてきたら関節を切って関節の方に押し込みながら包丁を動かしていきます。この時今下に見えている部分、これがフィレになりますので、フィレを傷つけないように気をつけてください。続いて首のところにあるこのリンパみたいな部分ですね、これを取り除きます。この時も余分な皮は切ってもいいですけども、ある程度残しておいてください。このような感じでいいと思います。最後はハサミを使って背中の部分と前の部分を切り分けていきます。ちょうど軟骨がありますので、軟骨のところにハサミを入れて切ってやれば簡単に切れます。あとこの軟骨の部分ですね、この白く見えている部分が軟骨ですので、そこにハサミを入れて切ります。あとここも軟骨でつながってますので、包丁で切っても構いません。これで馬頭もしくはコフという下処理の仕方が完成しました。この馬頭にする利点ですけども、ももとか腕の部分は前もってコンフィなどにして準備ができます。あと骨付きのまま火を入れることによって縮みが少なく柔らかくてジューシーに仕上がります。またキュイス・ドゥ・キャナー・コンフィの動画は概要欄に貼っておきますので、そちらを参考にしてみてください。
またこのバトードキャナを使って料理を作りたいと思います。今回は鴨の下処理の仕方でした。それではお疲れ様でした。ボナペティ。